こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は東京都が実施をしております年収の壁突破総合対策促進奨励金についてご紹介をしていきたいと思います。こちらは以前からも行っているものではありますけれど、2025年6月に年金制度改正法が成立をして、今後の行く末というのが見えてきた中で、こういった奨励金を活用していただいて、既存の働き控えも含めて働き方の見直しを進めていってほしいと思います。まずは今回の概要ですけれど、社会保険に関する年収の壁問題についてまずは見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をするのが年収の壁突破総合対策促進奨励金になります。こちらはですね、社会保険加入に関わる部分と家族手当、扶養手当に関する部分、2コースありますので、その内容についてもそれぞれ見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは社会保険における年収の壁問題について見ていきたいと思います。今現状はですね、社会保険の適用というのは2種類あります。まずは50人を超える会社で週20時間以上で勤務して、賃金が8万8000円、年収106万円になる方に関しては社会保険加入ということで、厚生年金保険と健康保険に加入をする。それ以外の会社に関しましては通常の扶養の範囲で130万円。こちらを超えると国民年金と国民健康保険という形になっております。こちらはですね、以前からの社会保険適用拡大というのが進められてきた結果、今現状こうなっている。ここでですね、130万円の壁に関してですね、稼働調整による人手不足への影響というのは懸念をされて、急遽支援強化パッケージというのが公表されたわけです。こちらはですね、被扶養者の認定基準である130万円を超えても一時的ということで、連続2回までは事業主の証明を添付することで扶養の範囲内で働けるといったものになっておりました。一方、106万円の壁に関しましては、年金制度の改正が必要になっておりまして、2025年は年金制度改革の年ということで、当初1月にですね、進めていこうとしていたんですが、いろいろありまして、最終的には6月に年金制度の改正法が成立をしたということで、この106万円の壁の行く末というのも決まってきたということになります。こちらはですね、社会保険の適用拡大の動画で詳しく解説はしておりますけれど、今後、51人以上の会社からどんどん企業規模が引き下げられていって、最終的には廃止という形で企業規模はなくなる。また、賃金要件に関しましても、各都道府県の最低賃金の問題がちょっとある関係で、3年以内という期間を設けて廃止をするということになりまして、最終的には週20時間以上で働く方は、厚生年金健康保険に加入というのが最終的なゴールという形になっております。年収の壁に関しましてはですね、この壁を越えないように働くという意識が働いてきて、稼働調整等をする方が出ている。これが人手不足といったところにマイナスではないか、働く意欲も削ぐのではないかといった問題点があったんですが、ここの部分が今回の制度改正によって解消されつつあるといった状況。そんな中でですね、東京都が行っておりますのが、年収の壁突破総合対策促進奨励金と言われるものになっております。今後社会保険の適用がどんどん拡大をしていく中でですね、既存の働き方においても社会保険の適用を受けなければいけない方が出てくる。また今後社会保険の適用を受けるのであれば、労働時間等を増やしていって社会保険適用に自ら入っていこうという方も出てくるかもしれません。
また、会社によっては、今までの慣習によって配偶者扶養手当というのを設けている会社もあるかと思いますけれど、今後この見直しについても必要になってくるということで、今回の総合対策促進奨励金に関しては、働く意欲のある人が就業調整を行うことなく能力を十分に発揮できる環境を整備するために、配偶者手当の見直しですとか、社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等を新設をした都内の中小事業主に奨励金を交付するというものになっております。コースとしては2つコースが設けられております。社会保険加入促進コースと言われるものと、配偶者手当見直しコースになります。こちらはですね、以前も別々で設けられておりましたけれど、今回は総合対策促進奨励金ということで、一つの奨励金の中に2コース分けてという形になっております。社会保険加入促進コースに関しましては、パートなどの非正規雇用労働者のキャリアアップや人手不足解消に努め、こちらに取り組むことで30万円の奨励金。また、配偶者手当見直しコースに関しましては、年収の壁が変わるので、配偶者手当も変えるという形で、この取り組みを行うことで30万円の支給という形になります。こちら、2つやると60万円かというとそうではなく、2つ同時に申し込むと、30万円、30万円の60万円ではなく50万円になってしまうので、注意が必要です。そして、いずれそれぞれのコースに関しては取り組み要件というのはありますが、まずは共通の取り組みについてご紹介をしていきます。いずれのコースを行うにしてもですね、共通の取り組みとして設けられているのが、手当の新設にあたって、次のあいうのいずれも行うというのが要件になっております。まずはですね、専門家による個別相談窓口の利用ということで、こちらは東京都が設定をしている専門家の、申し込みをした上で、個別相談を行っていただく必要があります。こちらは2回行う必要があります。ただしですね、無料という形になっているので、個別相談が必要になります。そして、労使協定の締結、就業規則等の改定が必要であって、その社内周知及び社内研修の実施も必要。こちらはですね、いずれのコース申し込んだ上でも、取り組みが必要な内容になってきております。そしてまずは社会保険加入促進コースですけれど、こちらは社会保険料に関する手当を新設する企業に対して30万円の奨励金を交付するというものになっておりますが、この対象事業者、もちろん東京都が行っておりますので、都内で事業を営んでいる事業者は前提なんですけれど、その他に就業規則に新たに社会保険の対象とする非正規雇用労働者が負担する社会保険料に関する手当等に関する規定がないことと、多分ほとんどの会社ではないかと思うんですけれど、ないこと。そして新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用労働者がいること。こちらが前提条件となって、そういった上でですね、新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担をする社会保険料に関する手当を新設をする。これによって奨励金が30万円支給という形になっております。そしてもう一つ、配偶者手当見直しコースですけれど、こちらは配偶者の収入要件のある配偶者手当を見直した企業に30万円の奨励金を交付をするというものになっておりまして、対象の事業者は都内で事業を営んでいる事業者はもちろんですけれど、就業規則に配偶者の収入要件がある配偶者手当の規定がある会社、そして過去5年以内に配偶者の収入要件がある配偶者手当の支給実績があること、または支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除していない。この要件を満たした場合は対象事業者となりまして、この配偶者手当に関して収入要件を撤廃する、もしくは、廃止をして他の手当に振り替える。そして廃止をしてもしくは基本給に振り替える、いずれかの取り組みをすることで30万円の奨励金という形になっております。そしてこの奨励金、申請の流れなんですけれど、まずは事前エントリーというのが必要になっております。
全部で年度で10回行われておりますが、予定者数というのは設けられておりますので、オーバーした場合はですね、申し込めない場合がエントリーから漏れてしまうというケースがあります。なので、お早めにお申し込みをしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめです。今回ですね、年収の壁突破に関して、東京都の奨励金紹介しましたけれど、東京都以外の事業所では使えませんので、その場合は別の動画でもご紹介をしておりますけど、キャリアアップ助成金、令和7年7月からも新たに、コースが新設をされております。短時間労働者労働時間延長コースというのが、新設をされておりまして、最大1人で75万円支給という形になっておりますので、こちらの方も、参考にしてみてください。また、家族手当ですけれど、こちら、昔の会社では結構あったんですけれど、今、共働きが増えてきているというところで、この家族手当というのはどんどん減少傾向にあります。2002年の段階では 86.3% の企業が導入をしていたんですが、2020年の調査によりますと 75.9% まで減少しているということになっておりますので、今後ですね、やはり年収の壁に関しての社会保険適用拡大がありますと、家族手当の見直しも必要と。また今回の奨励金活用しますと、東京都で行っております中小企業制度融資というのが対象になりますので、信用保証料ですとか、利率の優遇を受けることが可能になっておりますので、奨励金受けた後はですね、融資も検討してはいかがでしょうか。今ですね、働き方が多様化、働き方が変化してきておりますので、労働環境に即した賃金制度の構築というのが必要になってくるかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。